皆さんこんにちは。プーリッシュの小鹿です。今日は一番最初の簡単セーフティーということでお話をしていきます。セーフティーとはこのようにですね、例えば入れるのが難しい配置だった時に、あえて入れに行かないで相手の方に難しい配置を残してターンを交代するという戦略のことなんですね。これによって相手の方がもし当てられなければファールということになって、こちらにはフリーボールが回ってくるということになります。入れに行くのが攻めだとすると、このショットは守りということでセーフティーというふうに呼ばれているんですね。セーフティー難易度は高いですが、ピンチをチャンスに変える大事なショットです。難しいけどやってみたいという方もいらっしゃると思いますので、今日はセーフティーを始めたいと思った最初の頃にやってみるといい、簡単で応用が効くセーフティーを2つお届けしたいと思います。今日はこのような順で見ていきますね。どんな配置を残すのか、簡単なセーフティーとは、その具体例、もうワンランク相手にとって難しいセーフティー。はい、それでは早速見ていきましょう。どんな配置を残すのか。まずはじめにセーフティーの前提として、相手の方にとって難しい配置を残すということになりますが、それはどんな配置でしょうか。もちろんまずは何か別の球で隠すのがベストです。隠せればファールを取れる可能性が出てきますね。とはいえ残りの球が少ないなど難しいこともありますから、その場合は離す、もしくはつきにくくするという選択もあります。ファールにならなかったとしても、入れの難易度を上げることでもう一回ターンが回ってくることを狙うんですね。簡単なセーフティーとは。さて、簡単なセーフティーを考えるにあたり、そもそもなぜセーフティーは難しいのでしょうか。それは的球と手球の両方の位置関係を考えなければならないからですね。通常のプレー中、的球はポケットに入れるものですので、的球のことはもうその時点で決まっています。ですが、セーフティーの場合は的球をどこに運ぶか、要は的球の厚みまで自分で決定し、的球の力加減も考えることになります。加えてもちろんどちらも手球のコントロールを考えなければなりません。イメージし慣れていないことを含めて、たくさんのことを考えて決定してつかなければならないので、セーフティーは難しいんですね。となると、手玉か的玉の少なくともどちらかの位置が把握しやすくなれば、多少難易度が下がります。最初に行う簡単なセーフティーとして、この以下の2つをご紹介していきますね。1、手玉を的玉に当てて手玉をストップさせる。2、手玉を的玉に薄く当てる。1は手玉が、2は的玉の位置が分かりやすくなります。それではそれぞれの代表的な配置を見ていきます。練習課題としてぜひ挑戦してみてくださいね。まず1の配置、こんな感じですね。ここでストップさせますと、的球はこちらに抜けてちょうど隠れることになります。1のよくある失敗としては、ショットが強すぎて見えてしまう、手玉がストップしないなどがあります。弱めにつくことがポイントになります。弱めにストップさせるというイメージがない方も多いですので、練習してみていただくといいですね。ちなみにフリーボールからセーフティーをする場合、
的玉が玉がたくさんある中にある場合など、使い勝手がいいセーフティーになります。次に2番、このような配置ですね。ここの後ろに入れられるのがベストです。配置によっては少し右をひねった方が簡単になる場合がありますので、できる範囲で試してみてくださいね。よくある失敗としては、的玉がこちらまで流れてしまうということになります。ちなみにクッション際の球に薄く当てるセーフティーはゲーム中でもよく出てきますし、応用が効きます。同点や力加減を少し変えることもありますが、こういうのや、また的玉は上クッション際ではなく単クッション際というのもあります。例えば8番でこういう配置を残せれば、まだもう一勝負できそうな気がしますね。最初は一つずつでも確実にできるセーフティーがあれば、少しずつ応用のイメージが湧いてできることが増えていきます。もうワンランク相手にとって難しいセーフティー。将来的にセーフティーが成功するようになってきた時に、そのショットもう一工夫でもっと難しくできるかもしれないと考えてみましょう。例えば先ほどの1のストップショットの時に出てきたこのような配置があります。ストップショットにするとこのような配置が残りますから、相手の方はこのように何パターンか当てに行くことができます。相手の方がジャンプができればそちらを選択されるかもしれません。ですがこれはつく時にちょっとだけ振りをつけて同点を挙げて手玉がここに来るようにするといかがでしょうか。当てる時のラインがとても狭くなります。それから実際にはなかった球ですが、もしここに別の球があったらどうなるか考えてみましょう。例えばこのようであればすぐ難しいとわかるのですが、この球では隠れていないのでピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。ですがこの配置になると1番の右側にギリギリ当たるようなラインの場合は7番に先に手玉が当たってしまうんですね。1番に当たるラインが狭くなっていて隠れているわけではないのに球の難易度は上がっているんです。的玉の近くに別の球があるというのも実は難しくなるポイントなんですね。これは一例ですが、相手にとって嫌な配置はどんなものがあるのか、お時間がある時にぜひじっくり深掘りして考えていただくと面白いかと思います。はい、お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。今日ちょっと難しかったなという方もいらっしゃるかもしれないですね。ですがこのような知識は持っておくだけで、例えば今後ですね、上級者の方のセーフティーを見た時にもその選択とか細かい工夫なんかにはって気づけるようになったりするんです。その結果早い段階でセーフティーの引き出しが増えていくことになりますね。ぜひこれを機に上級者の方の試合や、それからプロの方の試合観戦していただけるといいなというふうに思います。はい、それでは今日はここまでにします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。